こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック14になります。今回の内容はそぎの深掘りについてです。分かってなくて紙の量をただ減らしているだけなど、意外とセニングについて深く考えてない人が多いような気がします。そぎといってもカットバサミで削ぐ場合と、セニングシザーで行う場合、またはレザーを使う場合など、これらはカットなどを行う場合の使用器具の違いですが、それぞれの風合いや質感といった違いが出ます。要はこのヘアスタイルにどの器具でそぎを入れるとイメージしたニュアンスが出やすいかによって使い分けます。しかしここで紹介するそぎの考え方の基本は同じです。はじめにドライでのそぎとウェットでのそぎの違いですが、ウェットの方が髪が濡れていて細かな毛束になっている分、セニングする分量が多くそげてしまいます。またドライの場合は髪一本一本がバラバラになっているせいもあって、そげる分量が少ないと言えます。ドライの場合、削いだ分出来上がりの形になりますので、仕上がりを確認しながら削ぐことができるといったメリットがあります。これがウェットの場合、乾いた時の仕上がりをイメージして削ぐ必要がありますので、経験がないとミスする可能性が高くなります。カットバサミセニングとセニングシザーズの違いと基本について見てみましょう。今回のポイントは、セニングすることで出せる動きや方向性、カットシザーズとセニングシザーズでの質感の違い、毛束の角度やスライスラインによってセニングの質感と向き不向きがあるかなど、毛束に対してどの面から入れるか、その違いについてなどです。セニングのテクニックの種類は数多くありますが、セニングには入れる場所によって名前がついたり、毛束の角度やハサミの入れる角度によってどのようなレイヤーが入るかで呼び名が変わったりします。テクニックとして多く使われるものに、エンズセニングイコール毛先のセニング、ルーツセニング、根元のセニング、セニンググラデーション、グラデーションに入れる方法、セニングレイヤー、レイヤーに入れる方法、セームレングスセニング、毛束に対して直角に入れる方法、またハサミの動きによって入れる方法もあります。セニングスライド、ハサミをスライドさせてカットする。セニングウィービング、間引きセニングのことです。チョップカット、毛先をギザギザにカットしたりします。など、いろいろなテクニックがあります。今回はこのような項目を深掘りしていきます。最初にドライカットにしてもウェットカットにしても、今や削ぎでデザインするのは当たり前です。そこで基本のことを知って削いでいるかが大切になります。他の動画で深掘りすきバサミの使い方、ヘアカット、髪の削ぎ方で頭のゾーン密度によって削ぎを使い分けることについて解説していますので、そちらもご覧ください。はじめに基礎1ヘアカットの仕方動画でも説明していますが、押さえておきたいこととしてカットの仕方によって髪に動く力と方向性を与えることができます。この図の場合、前方方向に毛束は流れやすくなります。これは削ぎ方やパネル引き具合、どの位置にハサミをどのような角度に入れるかによって同じ考え方ができます。ですから、削ぎを深掘りして入れ方を工夫してあげると手入れのしやすいデザインを作ることができます。この動画ではカットバサミとセニングバサミによる削ぎの違いやハサミの角度やスライスラインの影響などを深掘りします。では早速動画をご覧ください。まずワンレングスに切られドライカットの状態です。はじめに毛束の角度0度で縦スライスによる毛先の表情作り、チョップカットを見てもらいます。カットバサミとセニングバサミの違いを見てみましょう。先ほど言いましたが、はじめに知っていてほしいことは、カットすることで毛束に毛流れ方向性が生まれるということです。このことを考えて入れることで、手入れのしやすい機能性のあるヘアデザインを提供できます。はじめに左半分からカットバサミを使って毛先に向かってカットしていきます。切れるハサミを使った方が毛先が逃げずに簡単でしょう。はい、次も同じように入れていきます。どうしても僕のハサミの切れ味だと毛先が逃げてしまいます。そのような場合は毛先から切っても同じように切れます。次も毛先から切ってみます。
次に右側の毛束はセニングシザーズで毛先に向かって片側が短くなるようにセニングシザーズを斜めに入れて削ぎを行います。スライスは縦スライスで毛先に向かって入れていきます。すきばさみを毛束に対して角度をつけて毛先に向かって徐々に細かく開閉します。左のチョップカットの表情が出したいので、すきばさみの角度をこのような角度にしています。あくまでもスライスラインは縦スライスにして同じ要件で行います。次のパネルも同じように入れていきます。右側も切り終わりました。そぎばさみを使った方は乾いた状態で毛先が揃っていて薄くなっているのがわかります。左側も出して見比べてみましょう。毛先をカットバサミでカットした方もコームで溶かしてしまうと髪の頭の丸みに沿って自由に髪が動いてしまうので少しぼやけます。そうしましたら見比べてみましょう。左は溶かし方によって少しぼやけますが、はっきり毛先が細くなっているのがわかります。しかし、ワックスをつけたりウェットにすると毛先の表情がはっきりしてきます。では、濡らしてみましょう。髪の毛のチョップカットやそぎの方向性によってカットすると力と方向が生まれます。カットバサミでチョップカットに入れた場合はドライでもニュアンスは出ます。これらの違いを理解して使い分けます。これを常に考えてそぎを行います。この場合は少し左側は右に毛先が流れやすくなっています。今は毛束の持ち上げ角度はほぼ0度に近い状態でカットしましたが、パネルの持ち上げ角度によって毛先に段差がつき表情が変わります。また、毛束のスライスラインによって向き不向きがあります。もう一度ワンレングスにカットしました。チョップカットのピッチについて考えてみましょう。ここに3種類のチョップカットの違いがあります。A のピッチは深く入れている。B のピッチは中間ぐらいで、C は浅いピッチになっている。普通僕は B のピッチを対応しています。もちろんヘアスタイルやニュアンスによって使い分けていますが、ピッチによってもニュアンスが変わります。スライスラインによる違い。今度はこの図のように左半分を横スライスで毛先をチョップカットしてみます。次のパネルも同じようにしてみましょう。横スライスで毛先をチョップカットしてみます。次のパネルも同じようにしてみましょう。このウィッグの場合すでに髪が薄いのではっきりした違いがわからないかもしれませんが、とりあえずやってみましょう。次のパネルもグラデーションの角度にパネルを引き上げ、チョップカットします。パネルの引き上げ角度を上に引き上げれば上げるほど段差は多くなります。次のパネルもパネルの厚さは一定にしてチョップカットを行います。では次にスライスラインを変えて毛束の引き上げ角度はグラデーションの角度に引き上げカットしてみましょう。毛束を引き上げることで段差が生まれます。引き上げ角度が大きくなれば当然段差も広がります。左半分の毛束を横スライスに取り、毛束を少し引き上げ毛先をチョップカットしました。右側の毛束は縦スライスに近い斜めスライスで、パネルの引き上げ角度はグラデーションの角度でチョップカットします。縦のチョップカットになり、横スライスの時は横のチョップカットです。角度0度で先ほどカットした時と同じ手法ですが、変えたのはパネルの角度を少し引き上げたことです。次のパネルも縦スライスに近い斜めスライスで縦のチョップカットにします。フロントサイドに向かうに従って斜めスライスに取りチョップカットします。パネルの引き上げ角度は同じにします。はい。では両方の毛束の違いを見てみましょう。
少し見えにくいのですが、左側はなだらかで、右側の方がグラデーションの段差がはっきりしています。ヘアスタイルのシルエットをはっきりさせたい場合は、縦スライスに近い斜めスライスで毛束を取って、チョップカットした方がメリハリがつきます。しかし、左側のように初めから横スライスに取ってチョップカットする場合、グラデーションにカットする場合は、シルエットが思うように出にくいかもしれません。ですから、グラデーションにカットする場合は、縦スライスでのチョップカットが向いていると言えます。同じチョップカットでもシルエットを作りたいのであれば、横スライスでカットするよりも、縦スライスに近いスライスでカットした方が、メリハリは出やすいことが理解できます。では、同じようにグラデーションにブラントカットしてから、横スライスでチョップカットしてみましょう。同じようにメリハリが少し出てきました。ただし、襟足の一番下もチョップカットしていますので、下側、毛先がギザギザした感じが見られます。横スライスのチョップカットはなだらかにぼかしたい時に向いています。このことが分かりました。ウルフマッシュルームのカットの仕方動画で、横スライス、チョップカットでバックをカットしていますので、柔らかくなり仕上げに毛先の表情を出す時に向いていることが分かります。そちらもリンクを貼っておきますのでご覧ください。次はセニングシザーズでセニングしてみましょう。考えるポイントは、まずはスタイルによって毛先のどこの位置に入れると効果的かを考えます。毛束に対してハサミの入れる向き、カットバサミにしても削ぎバサミにしても、毛束のどの部分から入れるかを考える必要があります。横から入れる場合、毛流れができ、向いてほしい方向を考えて入れることになります。上から入れる場合、毛束の引き上げ角度を考えて入れる必要があります。例えば、毛束の角度を0度にして上から入れると、毛束感が出やすくなります。毛束の下側から入れる場合、今回は毛束の内側をえぐるようにグラデーションに入れることで、襟足など地肌に沿うようになりました。毛束の持ち上げ角度についてです。これは基本のレイヤーとグラデーション、セイムレイヤーの違いで説明しているように、毛束に対して直角にセニングバサミを入れても、パネルの引き上げ角度によって段差が変わります。また、呼び名も変わります。基本のグラデーションでカットした場合、基本グラデーションにカットした場合は、C のようにパネルを引き出しカットされたスタイルは、セニングでも毛束の角度を変えずにこのように入れてあげるのが基本のグラデーションの入れ方になります。この入れ方はヘアスタイルのシルエットを全く違ったものにしない基本の方法です。毛束に対して毛先の角度をどうするかです。毛束に対して毛先をレイヤーの角度に入れればセニングレイヤーです。グラデーションの角度に入れればセニンググラデーションになります。セニングレイヤー、エーズになります。セイムレングスセニングイコールビーズのような入れ方です。セニンググラデーションイコールシーズになります。ハサミの動きによってセニングスライド、ハサミをスライドさせてカットする方法。セニングウィービング、間引きセニングのことです。チョップカットなどいろいろなテクニックがあります。まずは動画で見てみましょう。はい、もう一度ワンレングスにカットしました。右半分は縦スライスで毛束の内側にセニンググラデーションを入れてみます。毛束の引き上げ角度を少なめにし、グラデーションの角度にセニングします。
スライスラインは縦スライスです。すべてのパネルは同じ位置からセニンググラデーションを入れていきます。左半分は縦スライスでセニングレイヤーで頭の形に沿って入れてみましょう。同じく縦スライスでセニングレイヤーの角度で入れていきます。次のパネルも同じような位置からセニングレイヤーに入れます。ハサミの入れる位置は毛束の下側から入れていきます。では、両方の毛束を溶かしてみましょう。セニングレイヤーで入れた左の方は頭の丸に沿ってくぼみが見られます。右側の方はセニンググラデーションで入れた方は丸くくぼみが見られず、毛先は内側に入ろうとしています。このようにスライスラインは同じで、入れる位置は下側から一定の位置にしています。しかし、このような違いが出ます。これらを利用して襟足の収まりを良くして毛先を首に沿っていかせたい場合はセニンググラデーションが有効と言えます。もちろんこのように毛束の角度を上げれば上げるほど段差が広がりニュアンスが変わります。パネルの角度を引き上げないでセニンググラデーションを入れる場合、毛束を半ひねりして内側の紙を外に向けてこのようにすると問題ありません。次に縦スライスにとって毛束をあまり引き上げずに毛束に対して直角にそぎを入れて毛先に向かって細かく入れていきます。そうするとこのように両サイドから中心に向かって木の葉のような形になります。このような形に削がれた毛束は両サイドに毛先が流れやすく右にも左にも流れます。毛束が均等に削がれこのような形になります。次に縦スライスでグラデーションにパネルを吹き出し毛流れに対して直角に中間ぐらいから毛束に向かって徐々に細かくそぎを入れていく。はい、セニングエンズです。次に毛先からハサミを入れてみましょう。毛先の表情をしっかり入れたいときに大きく使われます。毛先に直角に入れていく。ハサミの入れる角度を変える。ハサミを毛先に向かって毛先が細くなるように入れる。これらもまた毛束の引き上げ角度によって毛先の段差が左右されます。毛先にセニングを入れます。毛先の表情を木の葉のような毛束にしたいときに有効です。次は毛束の毛先にセニングシザーズで毛先に向かってチョップカットや毛先がだんだん細くなるように入れてみます。このように毛先の毛束間の表情が出やすくなります。ですのでエンズセニングは毛先の表情付けに向いています。
次はルーツセニングです。ルーツセニングは癖毛で毛量が多い人は短い髪の立ち上がりを気にすることなく根元近くにそぎを入れることができますが、頭のゾーンやトップなど根元を短くすることで突き破って根元の短い毛が表面に出てきたり、パサつきやすい毛艶をパサつかせるリスクがあります。しかし、このような入れ方をすると、ハサミの厚みより髪の根元を短くすることができますので、比較的安心して入れることができます。根元だけにセニングを入れても毛量調節をすると、逆に中間から毛先に短い髪がないので、毛艶が保たれるといった利点もあります。次に毛束に空間を作るセニングウィービングです。髪の密度が多いゾーンに使います。空間を空けることで髪が自由に動きやすくなります。普通セニングウィービングはピッチカットとも呼ばれます。セニングバサミを使って入れてみましょう。A、毛束に対して直角に入れる。B、毛束に対してレイヤーに入れる。C、毛束に対してグラデーションに入れることなど、ハサミの入れ方でいろいろできます。密度の多いところに空間を作ることで毛束に動きを出すことができます。毛束の引き出し角度やスライスラインの違い、刃先の入れていく角度でいろんな違いが出ます。左半分はカットバサミで入れてみましょう。セニングバサミでも同じ考え方ですが、違いは空間をはっきりさせるか、なだらかにするかの違いです。図、絵のように入れるのが基本です。しかし、パネルの引き上げ角度とレイヤーやグラデーションを組み合わせることで、よりソフトにしたり風合いが出せます。あとは毛束に対してレイヤーの角度やグラデーションの角度にハサミの角度によって入れることもできます。もちろん毛先に向かって入れたり、毛先の表情作りに使います。パネルの引き上げ角度によって段差が多くなることを頭に置いて、欲しい部分に効果的に入れていきましょう。最後にカットは左右対称に入れることが大切です。左右対称に入れるためには姿勢が大切になります。そぎにしても左右対称になるようにハサミの入れ方や姿勢が大切になります。サイドの紙をどちらの方向に流したいかによってハサミの入れる角度を決めます。決まったら反対サイドも同じように流れるようにハサミを入れていきましょう。どちらかのサイドがやりにくく、もしくはできないなどのことが出てきます。ここではハサミの入れ方、姿勢を僕独自かもしれませんがやってみましょう。ハサミの入れ方、左右対称に入れ、これはセニングバサミでもカットバサミでも同じです。次の動画でスライドカットの深掘りをやりますが、姿勢は大切です。このように左側を上からセニングしようとした場合、手首の角度だけではハサミを垂直にすることができません。ハサミを持った右肘を自分の体に絞り込むようにすると、ハサミの入れる角度を垂直にすることができます。逆に右半分、毛束に対して上からハサミを入れたい場合、やはり手首だけでは限界があります。手首だけでなく、右肘を上に上げることで、ハサミの角度が垂直に向くまで向きを変えることができます。ちょっとした腕の使い方で左右対称にしやすくなります。少し練習してみてはいかがでしょう。はい、まとめとしてもう一度図解を見てみましょう。毛流れの力と方向性。最初に絶対頭に入れておくこと。セニングの入れ方で力と方向性が生まれます。セニングの種類とテクニック。毛束に対して均等にセニング、セニングエンズ、ルーツセニング、ハサミの入れる角度や毛束の取り出す角度によるセニング、セニングレイヤー、エーズ、セイムレングスセニング、ビーズ、セニンググラデーション、シーズになります。ハサミの動きによって入れるセニング、セニングスライド、ハサミをスライドさせてカットする方、セニングウィービング、間引きセニングのことです。チョップカット、
などいろいろテクニックがあります。チョップカットのピッチについて考えてみましょう。ここに3種類のチョップカットの違いがあります。A のピッチは深く入れています。B のピッチは中間ぐらいのピッチです。C は浅いピッチになっています。普通僕は B のピッチを多用しています。もちろんヘアスタイルやニュアンスによって使い分けていますが、ピッチによってもニュアンスが変わります。スライスラインによる違い。左側横スライスと右側縦スライスによる違い。どう使い分けるか。毛束に対してハサミの入れる向き。カットバサミにしてもそぎバサミにしても毛束のどの面から入れるかを考える必要があります。横から入れる、上から入れる、右横から入れる、左横から入れる、上から入れる、下から入れる。毛束に対してハサミの入れる場所。横から入れる場合、毛流れができて向いてほしい方向を考えて入れることになります。上から入れる場合、毛束の引き上げ角度を考えて入れる必要があります。例えば毛束の角度を0度にして上から入れると毛束感が出やすくなります。毛束の下側から入れる場合、今回は毛束の内側をえぐるようにグラデーションを入れることで、襟足など地肌に沿うようになりました。次に毛束に空間を作るウィービングカットです。髪の密度が多いゾーンに使います。空間を空けることで髪が自由に動きやすくなります。普通セニングウィービングともまたピッチカットとも呼ばれています。A、毛束に対して直角に入れる。B、毛束に対してレイヤーに入れる。C、毛束に対してグラデーションに入れるなど、ハサミの入れ方でいろいろできます。基本はカットスタイルで引き出したパネルの角度と同じに引き出し、図 A のように入れるのが基本です。密度の多いところに空間を作ることで紙に動きを引き出すことができます。毛束の引き出し角度やスライスラインの違い、刃先の入れていく角度でいろいろな違いが出ます。セリングバサミでも同じ考え方ですが、違いは空間をはっきりさせるか、なだらかにするかの違いです。A、はじめにパネルの引き上げ角度はグラデーションに引き上げ、毛流れに対して直角に空間を作ります。B はレイヤーに入れた図です。B のように空間をレイヤーに入れたりします。C、図のようにグラデーションに入れたりできます。しかし、パネルの引き上げ角度とレイヤーやグラデーションを組み合わせることでソフトにしたり風合いが出せたりします。あとはレイヤーの角度やグラデーションの角度にハサミの角度によって入れることもできます。もちろん毛先に向かって入れたり、毛先の表情作りに使います。パネルの引き上げ角度によって段差が多くなることを頭に置いて、欲しい部分に効果的に入れていきましょう。毛束の角度による段差。毛束の角度を上げたり下げたりすることで同じようにハサミを入れても段差が変わり呼び名も変わります。A はセニングレイヤー、B はセイムセニングレイヤー、C はセニンググラデーションになります。毛束の角度を一定にしても、ハサミの入れる角度を変えることで、セニングレイヤーもグラデーションも作ることができます。プラス、毛束の引き出し角度で強調したり、なだらかにしたりすることができます。また、スライスラインによってもヘアスタイルのバリエーションが増えます。セニンググラデーション、縦スライスと横スライスの違い、また斜めスライス。セニングレイヤー、縦スライスと横スライスとまた斜めスライスによる違い。ルーツセニング。ルーツセニングは癖毛で毛量が多い人は短い髪の立ち上がりを気にすることなく根元近くでそぎを入れることができますが、頭のゾーンやトップなど根元を短くすることで突き破って根元の短い毛が表面に出てきたりするリスクがあります。しかしこのような入れ方をするとハサミの厚みより髪の根元を短くすることができるので比較的安心して入れることができます。根元だけにセニングを入れて毛量調節をすると逆に中間から毛先に短い毛がないので手艶が保たれるといった利点もあります。カットは左右対称に入れることが大切。姿勢になります。この図解のようにセニングしたい場合、姿勢が大切になります。カットはそぎにしても左右対称になるようにハサミの入れ方や姿勢が大切になります。サイドの髪をどちらの方向に流したいかによってハサミの入れる角度を決めます。決まったら反対サイドも同じように流れるようにハサミを入れていきましょう。
どちらかのサイドがやりにくく、もしくはできないことといったことが出てきます。ここではハサミの入れ方、姿勢を僕独自かもしれませんがやってみました。左右対称に入れることはセリングバサミでもカットバサミでも同じです。次の動画でスライドカットの深掘りをやりますが、姿勢は大切です。概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらご覧ください。このチャンネルが良いと思ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。